人には得て、そして増えてのものがある。大して練習しないで上手くなることもあれば、どんだけ努力しても全然上手くならないこともある。うまくできることはやっぱり楽しいからどんどん上達するし、なかなかうまくいかないことはやっぱり嫌になって途中で諦めてしまったりする。だからできないことを努力して伸ばしていくより、できることをどんどん伸ばしていった方がいい。ここまではよくわかる。とてもシンプルだ。そういうこと。で、あと問題はどうやってその特性を知るかっていうこと。例えばダイエットの話。どうやったら簡単に痩せることができるか。どうやったら自分の理想的な体型を手に入れることができるのか。ということで今日はちょっとそのことについて調べてみたのだけど、答えはなんと遺伝子の中にあった。やばいっす、これは。それでは Meet 淳二くん。淳二くんを皆さんに紹介しよう。50代でジムに通い出して、なんとたった3年間でムキムキの体になった。じゃあ軽く脱いじゃいますか。いいこれ。これでもなんと還暦にリーチの59歳。すごいよ。もともとはごくごく普通のサラリーマン。いや、すでに黒すぎるけどな。頑張ったね。頑張りました。一方、俺も2年前からジムには通っている。でもなかなか成果が出ない。この違いは一体何なんだ？なぜだ？知りたい。ということで、淳二くんのインタビューを聞いてみよう。今週5かな。一応ね、ベンチプレス120を目指したいんですよね、還暦まで。で今115。還暦までに食事はめっちゃ気にしてて、プロテインをまめに、ジム行く前はプロテイン飲んで、でジムから帰ってきたらまたプロテイン飲む。夕飯は割と肉料理とか魚料理とか食って、寝る前にタンパク質を飲む日もあれば、それでなんとか。つまりこういうこと。週5でジムに行っており、プロテインは1日4回から5回飲むそう。またラーメンはもう1年以上も食べていない。かなりストイックな生活を送っているとのこと。これは50代にしては異常なまでのストイックさ。なかなか真似はできない。肘痛めたり腰痛めたり。でも諦めるのはまだ早い。もっと簡単にどうにかならないもんかねと思って神様に祈ったら、なんと天から降ってきたというのは嘘で、出会ってしまったのよ。こちらが遺伝子の計測キット。どうやら遺伝子レベルから特性を調べて、その人のダイエットの傾向とかを見える化してくれるらしい。どうやら効くらしい。でもどう見ても怪しいだろう。とはいえ興味はある。効果があるのか知りたい。知りたい。例えばちょっと前ネットフリックスドキュメンタリーで話題になったブライアン・ジョンソン。自分の体の若返りにめちゃめちゃ金かけて自分をモニタリングしまくって穴なれるかな。そうだ、この会社確か知り合いがいたぞ。早速連絡してみよう。どうもお久しぶりで。どうも。ちょっとね、気になったのがあって、これ見つけたんだけど、これなんか遺伝子のことやってるって言ってなかった？板谷さん。あ、そう、これうちの、そうですね、遺伝子博士。あ、マジで？そう、うちは全然これ民間の会社だけど、検査自体はもう医療機関でやってる検査と同じやつやってるんで、そこは安心して。何がわかるの？このちっちゃいので。肥満に関係する3つの遺伝子っていうのを調べてて、それと糖質で太りやすいかっていうのと、脂質を取ると太りやすいかっていうのと、あとタンパク質を吸収しやすいか。まあ、要は筋肉がつきやすいかつきにくいかっていうところで、その3つを調べることで33パターンの体質っていうのに分けてる。33パターンのうちの1つを教えてくれるってことね、じゃあ。あ、そうそうそう。あなたはこのタイプです。例えば糖質と脂質では太りにくいけど、筋肉がつきやすいよとか。じゃあ怪しくはない。もうそこはもう安心して。占いとかじゃないと。自信を持って進めます。よし、じゃあやってみます。ありがとう。ごめんなさい、突然。はい、じゃあね。よろしく、またね。じゃあね。はい、という感じで怪しくないことが分かったので、早速検査をやっていく。ステップ1、まずはアカウントを登録する。そしてステップ2、解析申し込みをする。この時この蓋の番号が大事。そしてステップ3、綿棒で検体を採取する。必ず口をゆすいでください。そのこと。綿棒を取り出して触らないように要注意。綿棒を回転させながら全体をまんべんなく10回程度上下へ動かしてください。取りすぎはないと。ステップ4、検体を採出した綿棒を変装用封筒に入れポストに投函。以上。検査結果は約3週間後。ワクワク。と
ということで来ました。パスワード箱、これの内側、これね。俺の検査結果はいかに。次ぷよぷよ下半身、ダイエットアドバイス、マイカルテ、下半身ぷよぷよカバ、丸みのある下半身になりやすい。筋肉つきやすさややつきにくい。糖質は標準、脂質はやや苦手。取る原因、脂質の取りすぎ。タンパク質から多く糖質が少ないおかずの時は本当にそうなんだ。痩せやすい運動は腹筋、足踏み。再び淳二君にお越しいただきました、検査結果が出ましたということで、何タイプかな。こういうパンフレットを取り寄せてですね、3つのタイプがあるでしょ。タンパク質リスク、糖質リスク、糖代謝リスク、その3つから33種類のタイプを洗い出したらしいんだけど、さて発表してもらいましょう。はい、いいですか？このマッチョは何タイプなのかっていう、まずはじゃあ、はい、この現在のタイプ、お見せします。じゃあこちらにじゃじゃん、カバカバでした。カバ一緒じゃん。一緒じゃん。嘘。一緒。ショック。言い訳聞かないじゃんこれ。うん。一緒です。マジか。カバタイプ。意義ありというか、すごい逆に励みになった俺的に。じゃあいけんじゃん。いける。でね、これちょっと俺なりに分析したんだけど、カバタイプは皆さん何かというとですね、足に筋肉がつきにくい、ぷよぷよになるし、下半身から太っていくんだっていう、だから下半身デブになるってことだよね。そうでも俺そんなこと一回もないし全然納得いかなかったんだけど、でもふと思い始めたら、確かに俺昔は筋肉足ついてたんだけど、細くなったりして、そっから腰がやられる。腰をやられるのって多分足腰から来てる、俺も足腰が弱ってるからね。腰痛いっつって、腰痛いでしかも踏み台昇降がいいんだって。へえ。ワークアウトとしてスクワットとかじゃないんだ。やってないね。でしょ、やった方がいいね。階段系の動きなんだって。そうだから意外と盲点だったかもしれないと思ったんだ。なるほど。じゃあ低重量で別に重いものを別に担がずに階段登ったりすることがいいってことだきっとね。そうなんだ。登ってないね。だから上をこれをやるより実はここ鍛えるより足を鍛えろっていう話だ。そうかもしれない。確かに。でも足は結構スクワット100キロぐらいやるんですよ。だけど足の筋肉がつかないの、確かに。だからつきづらいんだろうね。胸周りとかは10センチ、首周りは3センチ太くなったけど3年で、太もも周りは多分1センチぐらいしか変わってないから合ってるかもしれないね。やっぱ細いね。でもね、上半身に比べてね。そうね。そう言われてみるとね。バランス的にはそうもう来てる。カバやばいよこれいいね。なかなかいいでしょ。違う線で皆さんこれ買ってください。でもカバは必需品かもしれない。必需品。ちなみに声が聞こえてるあつこさんも見ましょう。結果。はい。結果見ます。結果見ます。じゃじゃん。全身パンダぷよぷよ。全身ぷよぷよ。全身ぷよぷよタイプなの。だからこのままいくとどんどん脂肪ばっかりついてってぷよぷよするよってことだ。本当にないの。本当に。いや本当にないの。だから俺とヒロ君は全く一緒なんだよ。このいやびっくり。カバからカモシカ。こうなるとは思わなかったな。しかもタンパク質が吸収しにくいんだって。糖質代謝リスクは標準なので、実は低糖質ダイエットみたいなことをやる必要は全くないんです。なるほど。糖質取っていいってことだ。主食として米を食べてください。むしろがっつりね。で脂質リスクがやや高いので、唐揚げみたいなものとかおかずで満たしちゃダメなんだ。だから世の中ほら米を抜いて肉を食えじゃん。でもタンパク質とかは取りにくいから主食で補えなんだって。なるほど。でタンパク質はやっぱりたくさんだからプロテイン飲んでるのは正しいんだって。普通より取れないから俺らは。そういうことだね。しかも足に来ない。じゃあきっと白米ガンガン食べて、肉タンパク質ちゃんと取って、糖質そんなに気にしなくていいよってこと。そして階段。階段なんだって。これじゃないよって。なるほどね。だからここはつきやすいのか。そういうことかもしれないね。だからこっちはガンガンついたんだね。そう。
はい、ということで皆さん最後に重大ニュースが一つあります。なんとこの動画を見てくれたですね、遺伝子博士さんが今回視聴者特別割引というのを用意していただきまして、概要欄にその詳細が載ってますんで、もし興味を持った人はぜひそちらからよろしくお願いします。そしてですね、この遺伝子博士を使って俺はどんどんこれからムキムキになっていくんで、まだの方はぜひ YouTube チャンネルサブスクライブして行方を見守っておいてください。そしてコメントもたくさんお待ちしております。ぜひ何タイプか教えてください。ということで、Mahalo for another beautiful day. See you guys later. Bye for now. 次回はドローンの国家資格を取りに行きます。これマジ。じゃあね。